今絶賛東京ソラマチで開催されているアニメカードキャプターさくら25周年記念展に参加してきました。その感想レポートとなります。で、見る前に注意点なんですけど、当然ネタバレを大いに含みます。というか、もうネタバレしかない。なので、これから自分も参加するぞっていう人は、ちょっとね、動画の閲覧はやめておいた方が、新鮮に楽しみたい方はやめといた方がいいかも。やめないでほしくて自分が参加した後に動画を見てください。で、こんな部屋あったなーって言って思い返すように活用してそう、東京はね、2月の何日だったかな。後で概要欄もね、ちょっとリンク貼っときます。期間も短いし、もうすでにね、前売り券は売れちゃって、当日券をね、並ぶような状態だったりするから、行きたいけど、どうしても行けそうにないとか、そういう人は、ぜひ、この動画を見て、行った気分になってほしいです。あと、注意点として、会場は、動画のね、録音が禁止になってます。なので、レポートと言いつつ、写真撮影は OK だから、この絵が撮ってきた写真で解説していこうと思います。で、スペースによっては、写真撮影も NG なコーナーがあったりして、そこはね、撮れなかったし、なんかそれをここで言っちゃうのも、ちょっと違うなって思ったから、そればかりは、撮影 NG になってるところばかりは、もう行った人のお楽しみということで、行った人のみぞ知る部屋がありますということで、その他の部分を紹介していきます。じゃあ早速やっていこう。カードキャプターさくら25周年記念展が今東京で開催されてます。で、この絵は前にね、90年代神曲メドレーっていう歌動画を出してるんだけど、そこでもね、カードキャプターさくらのオープニングテーマを歌ってるくらいには、カードキャプターさくら好きなんですよ。東京の会場は空町ですね。東京空町、画像に見えてるこれがスカイツリーですね。はい。この絵はちなみにスカイツリーは行ったことがない。で、スカイツリーって何があるの？教えてください。多分リア充が行くところ。この絵は初めて行きました。空町にも初めて行きました。商店街？そう。空町は商店街になってて、そこの会場5階ソラフルパークっていうところのスペース634スペース634っていうところで、このね、今回のイベントが開催されてました。こういう風に会場の外はね、いっぱいこのポスターとか貼ってあって、結構ね、大々的に開催されてました。この絵はね、前売り券を事前にゲットしておいて、しかもね、グッズ付きの限定の前売り券をゲットしてたので、そんなにすごい並ぶってことはなかったんだけど、当日券の待機列とかが、この絵がお昼過ぎに着いた頃にはもうバーってすごい長くて、土曜日だったっていうこともあるんだけど、そもそも前売りチケットを持ってる人も結構いっぱいいて、会場はこの絵の予想よりは人がね、いっぱいいました。大体が8割はね、女性だったな。でね、年齢層はJK くらいの子もいたし、学生だね、同じくらいの人もいたし、お姉様方もいた。だって25周年だよ。そんなに昔の作品なんだって、この絵もびっくりしたんだけど、お姉様方もいたし、あとやっぱり外国から来てるのかな、観光客の方もいたし、残りの2割は男性のお客さんだったね。カードキャプターさくらが好きなのかもわかんないけど、会場
彼女らしき、友達かな妹かなわからんけど、女の子とペアで来てたから、見た感じでは、同行者なのかなって思った。この絵はね、もちろん言うまでもなく、一緒にこういうところ行くような、彼氏もいなければ友達もいないので、ソロ参加ですね。言うまでもなく。ほんとやってられねえよな。そんなのはどうでもいいんだよ。10分前くらいから待機列が作られてご案内しますって言って通されました。で、まず最初にね、白い廊下がバーって続いてて、そこにこういう感じでパネルがね、貼ってあった。これはね、アニメのパネルだね。アニメのシーンを切り取ったパネルがずらーって並んでて、結構気になったのをいくつか撮ってみた。やっぱりさ、この独特だよね。この絵柄って平成アニメっていう感じのさ、塗りすごい可愛いなって思う。並んでました。で、館内はこのね、ケロちゃん、このね、黄色いいるでしょ。これケルベロスって言うんだけど、ケロちゃんがね、なんかアナウンスしてました。なんかみんな今日はよう来てくれてありがとうなみたいなことを言ってて、そう、ケロちゃん関西弁なんだけど、さっきもらったグッズチケット券はすぐ使うことになるから用意しといてなみたいな業務連絡をしてた。で、その廊下をくぐり抜けてやっとドアを開けると、まず最初にね、この黄色いね、部屋に通されました。クローカード。その封印が解かれる時とか書いてあるんだけど、この部屋は何なんだろうね。このアニメカードキャプターさくら25周年記念展って書いてあって、これ多分だけど、今思い返してみると、これフォトスポットだったのかなって思った。多分このね、ロゴの隣に立って記念撮影ができるスペースになってたのかな。で、インテリアでこういう本が置いてあったりした。で、この部屋でね、だいたいね、15人くらいでね、閉じ込められてなんかね、展示会がいくつか部屋があって、それを一つ一つ進んでいくっていうシステムだったんだけど、多分前の人たちが次のね、部屋に進まない限りはドアがね、ノブが取り外されてて勝手に開けられない状態になってたから、多分ね、勝手に進まないようにされてるんだけど、この黄色い部屋にね、15人くらい閉じ込められて、この3つが置いてあるところに10分くらいボケーってするっていう、最初は大丈夫かみたいな不安がちょっとあったんだけど、中入ったらマジでそんな心配はね、いらないくらいね、楽しかった。で、進んでいったら次ね、真っ暗な部屋に入って、またこういう風にパネルがね、並んでて、で、反対側にこれレリーズって書いてあるでしょ。これもね、フォトスポットなんだけど、このね、下の魔法陣がいろんな色に光ってて、レリーズっていうのはあれだね、さくらが持ってる封印の鍵を、このね、レリーズって言って封印解除して杖にするんだよね。その時の演出で撮れるフォトスポットみたいなものがあった。で、ここに杖も置いてあって、で、写真撮りたい人はこの杖を持って撮ることができますっていう。で、もちろんこの絵も撮影してきました。いいでしょ、可愛いでしょ。結構ね、フォトスポット多めだったかな、展示スペースは。はい。で、ここで写真を撮ったら次の部屋に案内されると、今度はこういう風にね、壁にイラストが描いてあって、ケロちゃんいるね。ケロちゃんもいたし、これはクローカードかな、バーって書いてある。もうね、壁がもう可愛いのよ、逐一。こういう感じで装飾されてて。でね、モニターがあって、モニターでは過去のそのカードキャプターさくらのアニメの映像が流れてた。オープニングとか。これね、見てほしいんだけど、この何やらガラスがバーって、身長よりも高いガラスが
なんか張り巡らされてて、なんだろうと思ってよく近づいてみたら、ほらすごくない？クローカードがね、バーって並んでんの。これはね、ちょっとテンション上がった開幕。ね、これね、一生懸命ね、この絵がね、映らないようにね、角度をつけて撮ったから、ちょっと煽りのアングルになってるんだけど、これはね、参加者の人も、わーとか言ってたから、もうまず最初にテンション上がったポイントだね。で、そんな部屋を通り抜けて、次の部屋あれば、ほい、また、フォトスポットですね。フォトスポット多めです。ここでは、さくらちゃんと、ステッキを持ったさくらちゃんと一緒に記念撮影ができるスペースになってた。っていうことで、この絵もバッチリ撮ってきました。かわいいでしょ？で、ここにもね、またね、タイプが別のステッキが置いてあった。もうそのステッキくれよって感じだったんだけど、それ売ってくれよって感じだけど、写真撮る人は、ステッキを持たせてくれて、もうさくらちゃんと同じようなポーズ撮ってる人もいた。で、この絵は、ぼっち参加なので、ステッキを持ったら自撮りができなくなっちゃうから残念だけど、ステッキ持ってポーズを決めることはできなかった。友達欲しい。さあ、それが終わったら今度は多分この展示会で一番のメインイベントにもなる、これ、じゃーん！すごいでしょ、これは。さくらちゃんの衣装のコレクションがバーって並んでたの。これはね、すごかった。圧巻でしたね。正面から見るとこういう感じ。で、反対側もこういう感じ。ね、これがね、もう、広めのフロア一面にザーって並んでて、でね、近くで見たりするとこういう感じだね。でさ、思うんだけどさ、さくらちゃんのさ、絵柄も古い順からこういうさ、進化を遂げててさ、もう最新の衣装なんてこんなん見たことねえやとか思ったんだけど、なんかさ、画風もさ、すごい変わってるよね。なんか最終的にちょっとさ、ラブライブに似てるくらいの画風になってない？でね、奥にはね、こういう風にさくらちゃんが立ってたので、ちょっとカメコになって下から撮ってみました。これはなんだろうな、隣に立ったりはちょっとできる感じじゃなかったと思うけど。でね、この衣装のパネルのところにはこんな風にクロちゃんチェックとか言って、もうさくらの衣装のここが可愛いねとかいうのをポイントが書いてあった。ここが多分ね、この展示会では一番のメインになってたと思うし、この絵も一番楽しかった。一番テンションが上がるポイントでした。はい。で、進んでいくと今度は、ほら、すごいでしょ、桜が立ってました。この桜はね、よく見たら当たり前なんやが、今1月ですから、当たり前なんやが、増加っていうね、作り物の桜だったけど、こんなさ、木一本の増加とかさ、あるんだっていう。こういうのってさ、いくらくらいするんだろうねってそういうことすぐ考えちゃうんだけど、この絵。この増加、木一本丸々いくらするんだろうね。金かかってんのか、もしかしてって思った。もだからね、ソメイヨシノかな、わかんない。この絵が他の種類の桜を知らないだけだけど、エモでした。で、そんなエモをくぐり抜けると、今度はじゃーん、ほらまたフォトスポットずらーっとなんかこのクリアなパネルが並んでて、そこでこの絵も記念写真を撮りました。はい。展示会の中はそんな感じ。だいたい一つの部屋で10分もいるかいないか、1個の部屋が滞在がマックス10分くらいだったとしても、1時間もかからないかな。だいたい30分くらいだったかな、展示会そのものは。
これが最後のお部屋になってて、そこを越えると、あとはね、物販のスペースでした。で、物販のスペースがこれまた結構ズワーって広くて、で、そこで、グッズがね、いろいろあったんだけど、この絵ももちろんゲットしてきました。じゃーん、これ見て。このね、下にあるこれがね、ショッパーだね。もうショッパーがね、めちゃくちゃ可愛くて、これだけでも価値があるよねって。で、この絵が買ったのは、このミニタオルでしょ。それから、この桜カードだね。ピンクのステッカー。これはね、もうね、作中に登場するカードが全種類ちゃんとつらーって並んでたんだけど、この絵が買ったのはね、この3種類なんだけど、ウィンディーとレインとジャンプだね。ちょっとこの光っちゃって、もう撮るの下手かよっていう人気なね、カードはね、ダークとかライトとか、ミラーとかそういう人気の桜カードはもうね、ソールドアウトしてた。この絵も結構ね、早めに行ったと思うんだけど、割と早い段階で、ソールドアウトしてましたね。桜カードだけならず、クローカードもあるんだけど、クローカードの方も、やっぱりね、ライトとダークと、あとミラーはね、売り切れてた。人気なんだろうね。でこの本はね、桜の、コスチュームコレクションって書いてあったから、多分、こういう風に、桜の一章がね、全部ね、載ってるんだと思う。これは買いだわと思って買った。グッズあんまり買わないようにしとこうって思ってたんだけど、会場に行くと買っちゃうよね。全部欲しかった。全部欲しかったけど、厳選した結果、これらを入手しましたね。そうで、これはね、ポストカードは、参加特典のランダムポストカードだね。3種類くらいあるのがランダムで配られてたと思う。で、これはね、クローカードの本がね、ブックが、グッズ付き前売りチケットの限定特典ですね。それを、これなんやとか思って、チョコかとか思って、開けてみたら、なんと、これは、あれだ、さくらちゃんの、封印の鍵だね。封印の鍵ネックレスが入ってました。これはね、限定のものだし、前売りチケットをせっかく買うんだったら、1000円しか多分価格違わないから、ぜひこのグッズもゲットしてほしいって思いました。以上、さくら25周年記念展のレポートでした。久しぶりに一人でちょっと遠出をしたんだけど、もうこの絵はね、引きこもりを極めすぎてて、ちょっと歩き回っただけでクタクタだよ。でも楽しかったから、よかったかな。東京だと、2月の4日までイベントは開催してて、その後大阪と福岡でも、やるっていうことなので、この動画を見て興味を持った人はぜひ行ってみてください。ここまで見てくださりありがとうございました。バイバーイ。